パーティーメニューにぴったりですね。丸ごとレタスの中間かけというメニューです。読んで字のごとし丸ごとレタスを使ってですね、中間かけを上からかけるってメニューなんですけど、火を通したレタスのうまさがあるわけですよ。そのくったりしたところにこのあんが絡んでとても美味しいというレシピですね。表面チュルンとしてで食感が残ってるんですよ。ジャキジャキという非常に美味しいですね。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルは、パーティーメニューにぴったりですね。丸ごとレタスの中間かけというメニューです。読んで字のごとし丸ごとレタスを使ってですね、中間かけを上からかけるってメニューなんですけど、通常であればレタスでお肉のこうなんていうかな、そぼろみたいのを包んで食べるというのはよくあると思うんですけど、火を通したレタスのうまさがあるわけですよ。それをお伝えしていきたいと思います。早速やってみましょう。では材料紹介ですね。豚肩ロース、お塩コショウ、たけのこ、しいたけ、生姜、それに調味料がお水、醤油、酒、みりん、オイスターソース、砂糖、味噌、豆板醤、片栗粉、ごま油ですね。であんを作っていきます。でレタスを、大きく割って炒めてそのあんをかけるんですけど、そのレタスの下味として醤油、水、あとサラダ油ですね。こんな感じでやってまいります。では最初に具材切っていきましょう。たけのこ、まずスライスして、みじんですね。まずはたけのこみじん切れたらちょっと寄せて置いておきますと。で次にしいたけですね。しいたけも同じぐらいのサイズにみじん切りしていきますね。軸の硬い部分は落として、これもしいたけも切れたら、同じタイミングで入れるんでたけのこと一緒にしてもらっちゃってもいいと思いますね。はいと。お肉も、今日は薄切り肉を切って使っていきます。でその方が肉感がやっぱりあるんですよね。ひき肉使っちゃうとやっぱり細かすぎちゃってちょっとねパンチが足りない感じ、肉感がちょっと足りない感じなので、薄切り肉を切って作る方がおすすめですね。結構肉味噌みたいのを作る時にはそういう方が多いかな。まず縦に、1センチから5ミリ幅ぐらいですかねに切ってもらって、このお肉横にしてもう一回切りますね。こんな感じかな。じゃあ豚肉をこのように切ったらここに下味をしておきます。塩、胡椒で軽く揉んで全体に行き渡らせて、調味料がお水に、まずお酒、みりん、お醤油入るかな、これオイスターソース、これお砂糖、これやばいね。で豆板醤ちょっとだけ辛みで、味噌やばで、片栗粉入れてこぼさないように混ぜましょう。これはちょっと久々攻めすぎましたね。またね片栗粉沈殿してますからね、後で混ぜますね。そしたらフライパンにごま油ひいて火つけます。さあ生姜で入れて香りが立ったらすぐ豚肉入れます。で切れてるのでちょっとほぐしながらですね。ちょっとこのように木べらやターナー使ってこうぐりぐり押し付けながら広げていく感じですかね。そしたらポロポロしてくるんで、このまま火入っちゃうとそのまま固まっちゃうので、パラパラとおおむね火が入ったらここでしいたけとたけのこですね。
、油回ったら先ほど混ぜた調味料、また下にね片栗粉沈殿してますからね、それだけ要注意ですよ。よく混ぜて入れていきます。だからすぐとろみつくと思いますね、こうやってね。お酒も入ってるのでちょっと酒を飛ばしつつ濃縮しつつとろみを出す感じ。はい、これで一回火を止めて、これで出来上がりですね。はい、ここまではねよくあるかな。はい、そしたら次ですね。まず油入れて、でレタスは表面のねちょっと硬くなっちゃったところはね少し取って、この軸を押してこれ取っちゃいますと。取っちゃって少しこう割ります。こんな感じでいいかな。こんな感じで割ったら火入れしていきますよ。油熱くなったらまず表面ですね。こっち側、こっち側、こっち側ね。入れていきます。でジューっていってる。はい、蓋。これで1分ぐらいまず。1分経ったんで、まずそうですね、表面、要はそのフライパンに当たってる面が大きいじゃないですか今。表面から焼いたんで、あんまりその焦がしたくないので、これでまず裏返して、で次に内側の部分ってこう層になってるから、フライパンに当たってる面積自体はそんな多くないんですよ。だからそんな焦げつかないんですけど、中の方まであったかくしたいので、ここで中火で5分焼いていきます。で全体ちょっとくったりしてきたらこういう感じですね。くったりしてきたらここにちょっとだけ下味ですね。水とお醤油回して、このままゴシゴシゴシとこすりつける。もうこれでいいです。これで火止めちゃっていいです。さあこれをくったりして焼き目がしっかりついた状態ですね今ね。すげえ難しいぜ。こんな難しかったっけこれ。よっと。でくったりしたところに肉味噌を急ぎで温めて、温まったら熱々のレタスにかけていきますね。これね、そのくったりしたところにこのあんが絡んでとても美味しいというレシピですね。はい、これで完成ですね。じゃあ熱々をいただきたいと思います。こうやって箸突っ込むとこのように全部取れるわけですね。これをだから上からちょっとずつこう剥がしながらって感じですね。こうやって下の方からね、肉味噌たっぷりですからね、のせてちょっと火の入ったレタスと一緒にいただきます。ついなこれ。うまい。レタスってやっぱり火入れすると結構独特な食感になるんですよね。表面チュルンとしてで食感が残ってるんですよ。ジャキジャキという。火入れてもなんていうかな、生で食べる時と同じような香りが残ってるんですよね。それがなんかこう火入れしたレタスのうまさかな。でやっぱりこの肉味噌がよく絡んでね、非常に美味しいですね。これから多分ねレタス安くなってくると思うんで、安いタイミングで一回ね是非チャレンジしてみてもらいたいレシピですね。この肉味噌は今日のレシピだけじゃなくて普通にご飯にのせても美味しいレシピになってますので、ご飯の上にこの肉味噌乗っけてたくあん刻んだやつとか家に残ってる佃煮とか食べるラー油、お酢、目玉焼き乗っけて食べたら最高でした。やってみてくださいね。ごちそうさまでした。